もしディナーでこれを出されたら喧嘩になるかもしれないけど。おはようございます。2月16日日曜日朝7時半になります。これからですね、昨日と同じようにウィンターパークまで行って、そこから公式ツアーに参加します。今日のツアーはダダンという遺跡とジャバルイクマっていうところの2つを巡るツアーになりますね。そこを8時45分から11時15分までの2時間半のツアーになります。そこに行ってまいりたいと思います。一応8時に Uber 予約しているので、予約通り来てくれれば Uber に乗ってウィンターパークへ向かいます。ということで Uber 来てくれたんでウィンターパークへ向かってます。ウィンターパーク着きました。Uber 20.99 リアルでした。今8時5分、ちょっと早く着きすぎましたね。またツアーは8時45分からなんで、ウィンターパークでダラダラして過ごします。しかし今日めっちゃいい天気だな。で、このウィンターパークツアーの拠点なんですけど、相変わらず全然人いないっすね。なんでだろう、こんなもんなんかな、ある裏って。8時32分になったのでバスに乗り込みます。で、このダダンとジャバルイクマのツアーなんですけど、60リアルでしたね。時間通り8時45分に出発しましたけど、参加人数がめちゃくちゃ少ないですね。ヘグラ遺跡とは全然違います。8時57分にウェルカムセンターっぽいところに着きました。ウェルカムセンターでいいのかな、なんか博物館的な感じになってますね。ダダンっていうのは古代アラビア半島で最も発展したと言われている古代王国だそうです。今の建物の中で歴史とかのご説明があったと思われますが、今外に出てきました。今向かってるのはこっち、ダダンサウスってなってますね。こちらに行くみたいです。向こうの岩山の方にこんな感じの彫刻が施されてますね。これが古代王国ダダンの遺跡っていうことですかね。今のダダンサウスってなってるところだけ見たらまたバスに乗るみたいです。どうやらダダン遺跡の中をバスで走ってくれてるみたいですね。なのでダダン遺跡の別のところにこのバスで向かってるんだと思います。バス数分で、すぐ着きましたね。先ほどはダダンサウスってなってたんですけど、ダダンノースに来ましたね。で、ここ王国とか都市の遺跡っぽくなってきましたね。ほとんど崩れてはいるけど、結構こういう雰囲気好きです。ということでダダンの北側ノースになりますが、もう完全に都市遺跡って感じですね。こういうの今まで結構見たけど、ここもなかなかいいですよ。ただなんかすぐまた崩れちゃいそうなぐらいな感じ。ダダン遺跡1ミクロンでもいいと思った方はチャンネル登録よろしくお願いします。あと高評価も。9時42分にまたバスに乗り込みました。6分7分ぐらい車で走ってジャバルイクマの、ウェルカムセンター、ビジターセンターに着きました。ジャバルイクマの周りこんな感じなんですけど、なんか好きだな。説明しづらいんですけど、全体的な雰囲気が。ということでジャバルイクマです。結構岩山に近づけるっぽいですね。ラクダの絵が描かれてますね。このジャバルイクマは昔の文字が壁面に描かれていたり、ラクダとかの動物が描かれてるっていう、そういったスポットになりますね。さっきここに来る途中に看板みたいなものがあって The Origins of Arabic って書いてあったんで、今のアラビア文字の原型になったっぽいっすね。で、そのこと自体もいいんだけど、この場所の雰囲気がすごい好きだな。この後ろの雰囲気めっちゃ良くないですか？多分普通に自然に岩山が崩れてもう道が塞がってるけど、なんかいいっすよねこれ。この雰囲気好きだわ。今からワークショップに行くぞとのことでした。事前の情報によるとアラビア文字で自分の名前を書くみたいなことが書いてあったんですけど、具体的に何をするのかよくわかんないです。これでアルファベットを古代文字に変換してそれを彫るそうです。そういうの楽しめる人は楽しめると思います。できました。最初周りの人が下書きで鉛筆かなんかで書いてくれて、それに沿って彫る感じなんでめちゃくちゃ簡単なんですけど、下書きしてくれた黒鉛筆の黒が途中ですぐに消えちゃって、もうわけわかんなくなったんで、多分全然合ってないです。とりあえずこれで完成で、プロがやるとこんなに綺麗になるんですね。おそらくこれで最後ですね。バスに乗り込みます。10時51分ウィンターパークに戻ってきました。予定より早いですけど、人数少なかったから、ちょっと早まっちゃったんでしょうね。ウィンターパークにいた
Uber とマッチングできたので、珍しくすぐに乗れました。Uber 17.96 リアルでした。で、やってきたのがオールドタウンっていう地区になります。この辺で Uber 降りたんですけど、こっからもう完全に車入れないっぽいんですよね。だからもう歩いていくしかなさそうです。こんな看板がありました。Welcome to Arura Old Town District ということで、オールドタウンの街並みを散策しようと思うんですけど、とりあえずちょっと腹減ったんで、どっかで飯食えそうなところを探したいと思います。で、少し歩いてやってきたこちらがですね、オールドタウンマーケットストリートって言われてますね。ただそんな観光客いないっすね、どこも。このザラタっていうところで飯食えたら食おうと思います。今オーダーしまして、まずシャクシュカというものと、あとサウジコーヒーってやつと、あとサウジコーヒーティラミスサウジコーヒーの味が2つだけど、まあいいや。全部で3つ頼みました。ザラタの店内というか、オールドタウンのマーケットストリート沿いに店があって、席もあるって感じで、いい感じですね。アルーラ来て一番なんか落ち着きます。注文したもの来ました。これがシャクシュカですね。ネットに載ってたものと全然見た目が違う。で、アラビックコーヒーじゃなくサウジコーヒーか。で、サウジコーヒーティラミスです。で、ネット情報によると、シャクシュカとは、オリーブオイルで炒めたニンニク、玉ねぎ、トマトをクミンなどのスパイスで味付けして、目玉焼きを添えた定番の朝食だそうです。朝食か。ちなみに、目玉焼きはどっからどう見てもないです。なんだろうな。全然ネット情報と違う。まあいいや。食べ方の正解がわかんないけど、とりあえずいただきます。よくわかんないけど美味しいです。で、これがね、何なのかよくわかんないんだけど、もしかしたら卵なのかな。目玉焼きじゃないけど卵かも。味付けはさっきのネット情報通りっぽいんだけど、これ自体が何なのかわかんなくて、もうなんか卵なのかもしれない。いや、ピタパンみたいなやつに乗せていただきます。でもうまいですね。美味しい美味しい。今まで食べたサウジ料理の中で一番うまい。本当に美味しいですね。ネット情報にあったように朝食というか結構あっさり味だから朝食に合ってるんだと思います。もしディナーでこれを出されたら喧嘩になるかもしれないけど、でもまあ味は本当に美味しいです。サウジコーヒーは味の表現が難しい。もう中東の味がします。そんな好きではないですね。続いてサウジコーヒーティラミスです。いただきます。これはうまいわ。断面こんな感じです。サウジコーヒーと違って中東の味はそんなしないですね。うまい。ただこのティラミスとんでもなく甘いから多分カロリー相当やばいと思う。ごちそうさまでした。お会計78リアルでした。ランチの割にはそこそこしましたね。クレジットカード OK です。それでオールドタウンも見るんですけど、先にこっから歩いて15分ぐらいのとこにアルーラオアシスっていうとこがあるみたいで、どんなとこなのかさっぱりわかんないんですけど行ってみようと思います。さっきのお店から北側に向かってるんですけど、ここはアルジャディダディストリクトというらしいので、こっから北側は歩行点になっている舗装された道が続いています。アルーラオアシスっていうところに向かってるんですけど、人が全くいないところに来ちゃいましたね。てかあれなのかな、ジェッタとかは昼間暑いから昼間あんま人出歩かなくて夕方以降に出歩くらしいんですけど、アルーラもそうなのかな。アルーラ夜は逆にめっちゃ寒いけどね。オアシスティーって書いてあるところに着いたけど、T ってどういうこと？ Google マップによるとこの辺っぽいんだよな、オアシス。この辺のことを言うのかな。ここにカルチュラルオアシスって書いてあるから、やっぱこの辺のことなんだ、オアシスって。ちょっともうちょいこっちの先だけ行ってみて、特に何もなかったら引き返します。オアシスの奥の方行ってみたんですけど、特にこれといったものなさそうだったんで、オールドタウンに戻ります。今、オールドタウンに向かっていて、アルジャディーダディストリクトなんですけど、こういうイベントスペースみたいなとこがあったりとか、あとこういうイベントを開いていたりとか、こういうスペースがあったりとか、あとこういうアートホールがあったりするんですよね。っていう感じで、アルーラにもっともっと観光客を迎え入れようという意図はめちゃくちゃ感じるんですよね。ただ今のところ観光客はまだまだ少ない気がします。観光客が少ない今のうちにアルーラに来るか、もしくはもっと観光客が増えるようになるぐらいインフラとかが整ったりしてから来るか、微妙なところではあると思うんですけど、今から観光地化していくっていう意図を感じます。ということで、オールドタウンのマーケットストリートの方に戻ってまいりました。マーケットストリート沿いにはそこに無料の公衆トイレがあります。しかし今日完全にピーカンで日差しがめちゃくちゃ暑いです。夜あんな激寒なのに今汗かいてます。マーケットストリートをずーっと南下してきて、こっから先はもうなんかビジターセンターとかしかなさそうですね。こっち左行くと何なんだろう。左何とは書いてないんだよね。多分オールドタウンの中ってことだと思うんだけど、今までもマーケット
トストリート歩きながら、オールドタウンの中に行きたかったんだけど、行く場所がなくて、やっとこっから行ける感じかな。やっとオールドタウンっぽいところに来れたような気がするけど、人いねえな。こう道なりに進むと何があるんでしょうか。やっぱここも昼間来るとこじゃないのかもしんないな。なんかオールドタウンっぽい。歩いてったら車道沿いに来ましたね。ここにアルーラオールドタウンっていう看板があるから、ここが入り口もしくは出口ってことか。道中お店の看板みたいなものがあるんですけど、どこもかしかも閉まってるんで、やっぱ夜しかやらないのかな。ちょっと夜また来ようかな。で、あれが多分アルーラフォートだ。アルーラフォートをどっから行けんだろうと思ってずっと探してたけど、こっちの車道沿いから行けんのかな。ちょっと行こうと思って行けなかったんで、行ってみます。このアルーラフォートの横、店があるけど、この横から行けそうだね。どうやらさっきのところからで正解でした。行けそうですね。これがアルーラフォートです。このアルーラフォートを登る道の分かれ道があって、で、こっちオールドタウンのビューポイントになってた。最高。いや、来てよかった、こっち。こんないいとこあんだ。いや、いいね、オールドタウン。これやっぱあれだな。この時間帯もいいけど、夜もちょっとまたここ来て見てみたいね。いやー、ボロッボロのオールドタウンですね、これが。では改めてアルーラフォート登りたいと思います。大して高くないから全然余裕そう。アルーラフォートの頂上に着きました。いや、めっちゃいいとこじゃん。こういう絵をもっと早く見たかったよ。よかった、ここ気づいて。ここ来ないとオールドタウン来た意味ないわ。いい眺め。で、私のホテルは向こうかな。で、ウィンターパークとかはあっちって感じです。オールドタウンのアルーラフォートからです。チャンネル登録よろしくお願いします。サウジアラビアアルーラのアルーラフォートの屋上アルーラフォートの天井アルーラフォートの頂上におります。なかなかいい眺めでしょう。改めてこっちは北側なのでウィンターパークとかある方ですね。で、右奥の方がダダンになるかな。で、こっちがオールドタウンってことで、もうボロボロオールド。超オールド。ここ来てよかった。アグラフォートの頂上にはアルーラに来たら来た方がいいっすよ。で、こっちがさっきと逆の南側。私のホテルがあったり、もっと南に行けば空港がありますね。ではもう一度360度カメラで、映像を映しております。いやー、ここから緑、木もあるから景色が抜群にいいです。ここは。いやー、どうですか皆さん。アルーラフォートの頂上からでした。今アルーラフォートから降りてるとこです。途中になんか天井にこんなラクダのマークが入ったこういうのが飾られてますね。心が綺麗な方は可愛いって思うんでしょうね。私はどう思うかというと可愛い。ということでオールドタウンとアルーラフォートでした。多分行けるとこは行ったかな。少なくともこの時間帯で行けるとこはオールドタウン回った気がします。じゃあですね、ちょっとどうしようかいろいろ迷ってるんですけど、ホテル帰ろうと思います。で、こっから歩いて40分歩きます。さっき食ったサウジコーヒーティラミスがとんでもない甘さでとんでもない大きさだったんで、カロリー消費するため歩いて帰ります。太陽暑いけどね、曇りだったら全然余裕で40分ぐらいなら歩けるんですけど、この日差しの中ちょっとしんどいけど歩いて帰ります。ウーバーいくら安いと言ってもね、もうちりつもなんでね、もう貧乏人は黙って歩く。このオールドタウンも例によって夜になると暗くなると雰囲気良くなるかもしれないので、今日か明日夜来てみようと思います。で、帰ろうと思ったんだけど、このタントラスクエアってところ、なんかまた中行けるっぽいからちょっと行ってみようかな。なんかあんのかなと思ったら今んとこホテルだって。これホテルなんだ。めっちゃいいな。超泊まりてえ。高いんだろうな。いや、泊まりてえ、ここ。オールドタウンの端っこ一角にあるんだね、ホテル。すげえ。泊まりてえ。ということで貧乏人は再び歩いて帰るんですけど、これどっからどう見ても歩いていくとこじゃねえな。何よこれ、歩道なんてないじゃん。まあいいや、もう歩きます。一応半分ぐらいのとこまで歩いてきたんですけど、日陰のとこが少ないんですよね、アルーラって。だからもう太陽が出てると結構しんどいです。もう真冬の時期でこれだからね、真夏の時とかどうなっちゃうの。
観光客とかはあんまり来なさそうだけど、ここに金ピカに光り輝くモスクがありますね。このモスクの名前を Google マップで調べてみたんですけど、アラビア語でしか出てこないので、すいません、名前はわかりません。はい、で、正味35、6分だったかな。歩いてホテル着きました。はい、ということでホテルに戻ってきました。ちょっと休憩します。で、あと動画編集作業したり、あと、あれですね、久しぶりに自分で洗濯しようと思います。では、やっちまいました。あの後シャワー浴びて洗濯して、で、ちょっとだけ休もうと思ったら爆睡してしまいました。今夜の10時です。飯食いそびれましたが、もう今日はこのまま休みたいと思います。おやすみなさい。わけわからないことが起こりました。自分の部屋のシャワールームなんですけど、天井から水が出てきました。何これ、めっちゃ水出てる。もうわけわかんねえ。サウジむずいわ。もう最悪ですわ。もっと早い時間に行動しようと思ってたんですけど、さっきお見せしたように天井から水が出てきて、で、部屋変えてもらったんですけど、部屋変えたらお湯が出ないとか、いろいろあって、もう5時半になっちゃいました。最悪です。まあ、とりあえず飯食いに行きます。ってことで Uber 乗り込みました。昨日に引き続きオールドタウンにやってきました。Uber 15.65 リアルでした。オールドタウンは夜雰囲気良くなるだろうっていうことと、あと良さげなレストランも結構集まってるんですよね。ということで夜飯をオールドタウンに食べに行きました。ここオールドタウンの一角でいろいろ修復工事中というかなんかやってますね。でも入れないんだよな、この辺。もしかしたらツアーで参加したらこの辺も行けんのかもしんないね。昨日に引き続きオールドタウンのマーケットストリートに来ました。昨日と違って今夕方6時前なんでやっぱ人多いっすね。今この辺のお店見て T シャツ買おうかどうか迷ったんですけど、ここに外に展示があるから見せましょうか。こんな感じであるんですけど、どこもヘグラ遺跡推しなんですよね。全然いいんですけど、ヘグラ推しで。エレファントロック推しの T シャツだったら絶対もっと売れると思うんですけどね。特に日本人には。エレファントロックよりもヘグラ推しのようです。昨日オールドタウンの中に入っていったのはこっからですね。で、この周り素晴らしい景色です。で、そこのお店に入ろうかなと思いますね。お店の名前セブンリブスっていうとこです。これですね、セブンリブスっていうお店です。お店の雰囲気はこんな感じです。メニュー見たらビールがありますね、ビール。多分ノンアルコールでしょうけど。そしてなんと和牛ステーキメニューがあります。今回私は和牛にしないけどびっくりだね。注文したのがビール、おそらくノンアルコールビール、ケールサラダ、あとリブアイステーキ、ソースが別売りっぽくてマッシュルームソース頼みました。全部で185リアル、ちょっと高いんですけど、ある裏最後の晩餐なんで5000に行きます。ナイフがすごいね、これ凶器みたいで、今ビールとケールサラダ持ってきてくれました。で、ビールなんですけど、ブリュードインバルセロナって書いてありますね。ってことはスペインのビールで、ここにあるようにやっぱノンアルコールでしたね。それそうか。で、ビール、東南アジアみたいに氷を入れるスタイルみたいです。いただきます。ノンアルコールって感じですね。久々にビールっぽい氷をかけて嬉しいです。で、ケールサラダいただきます。甘いドレッシングがかかってます。甘いな。なんだろうこれ。久々に野菜食った気がする。チーズがあったりとか、あとこの紫色のがよくわからない。なんかフルーツっぽい味がする。あとこの豆っぽいやつもよくわかんない。でもとりあえず美味しいです。そしてリブアイステーキが来ました。うまそうです。いただきます。リブアイステーキ。うまそうでしょ。いただきます。うまい。久々にがっつり肉ですね。続いてマッシュルームソースつけていただきます。うまい。最高だわ。やっぱお金払えば、お金使えば最高の経験ができますね。日没の時間を過ぎて、あたりにライトアップされ始めましたね。素晴らしい雰囲気です。ごちそうさまでした。さっきも言ったように185リアルでしたね。改めて、夜のお店の雰囲気はこんな感じです。って言ってもこのカメラだと暗くなっちゃうね。夜のオールドタウンマーケットストリートは雰囲気抜群っすね。このカメラ暗闇に弱いからちょっと雰囲気伝わらないかもしれないけど、すごいいい雰囲気ですよ。昨日と同じようにオールドタウンの中って言えばいいのかなを通ってまたアルーラフォートに行ってみようと思います。暗いけど行けそう。めっちゃ暗いけど、こんな感じで暗いっすね。暗いけど行けそうだね。アルーラフォート行こうと思ったんですけど、そこにいるおっちゃんに何言ってるか全然わかんないけどダメだみたいなことを言われたので諦めます。夜ダメなんだ。確かに今 Google マップ見たらアルーラフォート夕方5時までってなってましたね。夜は入れないみたい。でもあそこからの眺め見たいよね。残念。再びオールドタウンの中を通ってマーケットストリートに戻りますが、
途中こんな感じで天井にあります。心が綺麗な方は可愛いって思うんでしょうね。私はどう思うかというと、可愛い。ということで、マーケットストリートに戻ってきました。めちゃくちゃ雰囲気があって、いいところなのは間違いないですね。飯食うなら、この辺がいいと思います。アルーラの中で。ということで、ウーバーに乗ってホテルにもう帰ろうと思います。4、5分でウーバー来てくれました。よかった。ウーバーの料金 15.65 リアルでした。ということで、変えてもらっためっちゃ広い部屋に戻ってきました。明日チェックアウトして、明日アルーラを離れます。で、次はリヤドに向かいます。ついにリヤドといった感じですね。今回の旅の一番の最終目的、サウジカップという競馬を観戦するためにリヤドに行ってまいります。で、それで、チェックアウト明日なんですけど、ちょっともう今日のうちにまずこのホテルの評価をしたいと思うんですけど、星5つ中2つですね。だいぶ低いですね。部屋はもう本当新築というかリフォームなのかわかんないんですけど、本当新品同様って感じでいいんですけど、ご覧いただいたように天井から水が出てきたりとか、これはまだ言ってなかったんですけど、タオルをやっぱ変えてくれないんですね、サウジアラビアって。それもちょっと痛いですね。行ったら変えてくれたんで、それはいいんですけど、サウジアラビア一般の観光客が来れるようになって5年ぐらいしか確か経ってないので、観光客慣れしてないんだと思うんですよ。だから悪意があるとかそういうわけではないと思うんですけど、部屋は掃除してくれないし、タオルも変えてくれないっていう。あと最初の部屋は大丈夫だったんですけど、この部屋お湯が出ないです。それもきつい。で、それでいて1泊1万6000円とかですからね。もうこれは申し訳ないけど評価2にせざるを得ないです。で、次にこのアルーラ全体なんですけど、ホテルが観光客慣れしてないっていうのと一緒で、観光客を呼び込もうとしてる意図はすごい感じるんですけど、全然まだ不便ですね。不便だし、公衆トイレも汚いしっていう感じで、多分5年後10年後になったらすごい観光客にとっても便利になってめちゃくちゃ良くなっていく予感はするんですけど、現時点では結構不便なことが多いですね。ただエレファントロックとかヘグラ遺跡とか行く価値のあるところはありますね。もっともっと観光客慣れして5年後10年後に来るのが多分もっといいとは思うんですけど、現時点でもなかなか来る価値のあるところではあると思いますっていう感じですね。はい、ということでもう今日はシャワー浴びてパッキングして寝ようと思います。おやすみなさい。おはようございます。2月18日火曜日朝8時51分です。で、この後ホテルチェックアウトして予約している Uber に乗って空港に行こうと思います。予約していた Uber 来てくれたので乗り込んでます。で、チェックアウトの時ホテルに従業員が誰もいなくて、今回に限らず従業員誰もいないみたいなのがほとんどの時間なんですけど、とりあえず鍵だけ置いて出てきました。大丈夫でしょう。アルーラ空港着きました。Uber 57.65 リアルでした。今飛行機11時40分発なので国内線だしまだ時間あるんですけど、とりあえず荷物だけ預けようと思います。アルーラ空港の中には両替所が1軒ありますね。で、あとダンキンドーナツとコンビニみたいなものがあります。なので朝飯とか食い損ねたら軽食食うことはできますね。あと稼働はしてないけどビジターセンターがあって、あとはレンタカーかな。バジェットがあるね。バジェットレンタカーがありますね。いや、アルーラはマジでレンタカーおすすめです。アルーラ空港の制限エリア内に入ってきましたが、だいぶこじんまりしてます。で、一応カフェとお土産物屋さん1軒ずつだけある感じですかね。ということで今10時40分なんですけども、11時40分発のアルーラ発リヤド行きのまたサウディア航空ですね。そちらに乗ってリヤドへ向かいます。ということでアルーラ編以上となります。面白かった、役に立ったと思っていただけたならばチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それでは、リヤド編で会いましょう。